はい、こんにちは。久しぶりですね。今回はですね、ちょっといろいろね、こう考えてることがあって、何これ、マイク？マイクだって、マイクか、マイクか。これでね、喋りましょうね。ですね、何を言うんだったっけ。要望がね、よくコメントであるんですよ。コメントが直接来てね、まあいろんなもう簡単な料理教えてくれみたいなのがあるんですけども、まあそんなんで考えててひらめきました。本当に簡単な料理、もうせっかくなんで難しいのじゃなしに簡単な料理を僕がしたらどうなるかっていう部分でね、なんかこう上げていきたいなとも思って、今日この頃です。で、ついに思い立ちました。で、キチキチといえば、卵なのでオムレツかなので、ベーコンエッグ、はい、これならね作ってもらえますよね。誰でもできますよね。お子さんもできるっていうところでね、ちょっとねベーコンエッグ、はい、これをね作っていきますね。じゃあ僕がすればどうなるか、これもうこのちょっと邪魔なんで返します。はい、でここをちょっと見てください。ここね、このレンジ、これはまあ営業用なんでダメですね。やっぱりやってもらいたい家庭の部分ですね。2つ用意してます。これはカセットコンロですね。そして、IH、この2ついきましょう。はい、では早速いきますよ。ね、はい、普通にいきますね。こんな感じで、ちょっと初めはね、油ならしとかいうのをやるんですけども、ひっつかないようにちょっと油を引くっていうんですけども、ポイントとしたらね、油を引く時期ですね。温めてください。まずね、こっちもそうです。油を引くときは温めてください。油ね、これいこうか、これいこうね。家庭でできる大前提なのでね、こんな感じですね。ちょっと油をいきますよ。ちょっと濡らしますね。はい、これ油です。油です。はい、はい、もう映さない。もう映さない。はい、では行きましょうか。はい、こんな感じですね。ちょっとこう触って熱い感じ。これでね、こういきます。フライパンを温めてから油を引いてくださいね。そして先にベーコン入れますね。ベーコンじゃーん。大体2枚ですよね。2枚で卵です。はい。めちゃめちゃいい音。めちゃめちゃいい。ちょっとでフライパンね、20センチがいいと思います。大きいのじゃないしね。このカルフの大きさがカルフというかこんなんなんでね、26センチはいらないと思います。僕は20センチね。これも20センチです。20センチ買ってくださいですね。はい、そしてはい、これ熱くなってきましたね。ちょっと火を一旦緩めますよ。どれだ、緩めます。はい、はい、これひっくり返します。でね、わざとね、これフライパンあんまり真っさらの使ってないんですね。ちょっとひっつきやすいようなやつをあえて選んでますね。マジですよ、これはね。わざとそうしてます。そして卵、これね、もう割っといてください、これね。割っといてください。そしてね、意外ね、ここに塩を振っとくんです。ここにね。塩を振る。はい。ポイントですね。この塩はね、タンパク質を固める作用があるんですよ。酢もそうなんですけど。で、ここで入れます。ベーコン片面焼きました。そして、流しますね。ゆっくりと流してやります。はい。そして、できたら、やってほしいのは、白くならないね。この状態でベーコンエッグできたらいいんですけど、なぜ白くなるかわかりますか？なぜだろう。はい、こうやってね、蓋をするとね、はい、熱がこもって白くなるんですよ。でもね、これも使います、あえてね。で、今はこういう状態です。なぜこれを使うかというと、やっぱりこれよりもこっちの方が熱が回って早く火が通る。できるだけ短縮したいからは、入れたり出したり、ちょっと見てんとダメなんで、こうね、今見える蓋あるのでいきます。はい、塩振りました。固まりやすくしてます。火力はこんなんですよ。弱いですよ。ね、中ぐらいですか？どれぐらいかな。まあ弱火で結構です。弱ければ弱いほど時間はかかりますが、まあゆっくりでいいと思います。はい、ここで一つ言っときます。卵の固まる温度っていうのがあるんです。ポイント70度なんですよ。で、固まり始める温度、白身の方が早いんです。ね。だいたい58度ぐらいから固まる。このきみちゃんは65度ぐらいから大体ですよ。固まっていかはるんです。65度ぐらい固まっていかはる。で、その前後で65から70度ぐらいでキープすると固まってくれます。これきみちゃん。わかります？なんかちょっとややこしそうなんですね。で、白身ちゃんは
58度ぐらいから固まるんですが、白エビちゃんは、完璧に固まるのに80度ぐらいまでかかるんですよ。これ面白い。白エビ長いんです。早く火が通って完璧に固まるのこれぐらい。黄身はこの間なんです。こういうことを頭に入れておいてください。そのポイントが70なんですよね。例えばここに温度計差し込んでこうやって70度になりかけたらポッとこう取るとかね、やりゃ早いことできます。でこれはね、早いことやりたかったらこういうふうな部分でなんですが、今回はあえてちょっとこれ2つずらしますね。ちょっとずらしますよ。ずらしますよ。ずれますかね。はい、これで火を緩めて見ときますね。その間にこっち側行きましょう。こっち側ね、はい、IH で行きましょう。IH バージョン、IH バージョン、これも一緒です、一緒です。これがね、これ今見てますよ。どれぐらいでできるんでしょうかね。はい、はい、P6 一番強いバージョンです。これも温めます。あ、それとね、思ってるんですが、やっぱりせっかく動画を作っていろんな方がこうねつながりたいなとも思い出してるんです。それでどういうふうにしてつながっていったらええのかなとか考えて、何ですか、ハッシュタグキチキチ、ハッシュタグキチキチチャレンジ。そうハッシュタグキチキチチャレンジ、これを考えてます。結局何かなっていうと、それでキチキチハッシュタグキチ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 ハッシュタグハッシュタグキチキチチャレンジ。ハッシュタグキチキチチャレンジ。ハッシュポテトじゃないですよ。違うよ。はい、違うよ。ハッシュタグつけてキチキチチャレンジ。これでねつながって、例えばインスタなんかに送っていただいたら、僕がそれを見て、悩み事とかできたよとかいうのは答えることができるなって言ってね、そうやってやっていきたいなと思い出してのこの動画のスタートなんです。状態を見ながら広げていきますけども、はい、だんだん言ってる。これマイクも渡します。はい、また変形。今ね、ちょっと温度が上がってきました。今まだこんな感じですよね。まだこんな感じ。だいぶ時間かかりますよ。黄身を、膜は張らずにいくっていうね。卵料理って本当に繊細なのでね、ここのとこは美味しいのを作りたかったらこういう部分でやってくださいね。はい、では行きましょう。ここで引きます。はい、同じですね。同じです。ベーコン。同じ。ベーコンから、まずベーコンから。はい、ベーコンから。はい、ベーコンから。これは長いベーコンの方がいいんですか？いや、いいですよ。カットしてもらってもいいですよ。はい、カットしていいです。そしてこれ割ってないので、ここ卵割りますね。なぜこの手間をちょっとやってほしいのはなぜかというと、割れてないですよね。殻が入ったりとかするの、ここでもう未然に防げるからね。直接こう割ると殻が入っても防げないということになりますので、はい。はい、そしてここで塩ですね。ここで塩もうかけて、これ砂糖。砂糖ダメだよ。ポイントの塩。少々。はい、少々です。でね、胡椒とかバターとかはね、好みがあるので、もう最後でいいと思います。日本でしたら醤油かけたりとか、ソースかけたりとか、もうそれ最後にしましょう。とりあえず塩だけでシンプルに焼いて、食べる時に味をつけましょう。だから胡椒は使いません。はい、塩だけで、はい、ひっくり返します。じゃあここで並べますね。はい、はい、いきますね。ゆっくりと入れます。はい、そうです。これ P6 なので、値段下ろすどうすんねん。値段下ろしたらあかんない。とろ火だ。どうだ、これか。ちょっと待ってね。加熱？ちょっと迷っております。下がる、これ4ですね。危ないですね。はい。危ない。2ぐらいまで下げましょうか。はい。これで、そしたらもう皆さんご存知ですけれども、蓋をしたらどうなるかってね、蓋しましょうか、これ。こっち寄ってる、これ上手ですね。これあんまり上手じゃなかったですね。寄った方がいいですよね。もうダメですよ。割れちゃうからね。これ寄って、もう外離れてますよ。こっちの方が絶対美味しそうですよね。はい。わざとやったと思うでしょう。どうでしょうかね。はい、じゃあこっちの方ね、今オーブンつきましたら蓋をしましょう。ね、どうなるか。これね、いい状態です。もちろん半熟が好きでしたらこのままでいいんですが、結構時間かかりますよね。はい、じゃあね、もう蓋なかったから、ちょっとごめんなさいね、ちょっとボロボロの蓋があります。これビエビアですね。ちょっとね、間を空けながらいきましょう。完璧に熱が逃げるような状態で蓋をしておきます。この方が、はい、もうちょっと火を緩めます。ここで火を緩めます。こんな感じですね。はい。
白くしないね。お、ピーピーでね。これがよく家庭であるやつですね。これ長いのかなこれ。ロック解除。はい。これで加熱。どうなのこれ。はい。よくあるやつですね、これは。はい、加熱。はい。あ、いきましたね。で、3。あ、もうこんなになってますこれ。マック貼りました。あんま美味しいなさそうでしょこれ。ね。だから時間はかかるけども、やっぱりこういう状態にしてやる。全然違いますよね。でここでちょっとやめて、まあ、完璧に蓋せずにここもこういう状態でいきましょうか、ね、少し入れて、やっぱりどういうのかな、結局僕も動画を完璧なんとかそんなんじゃないしに、もう楽しんで作るのが一番いいと思うので、ね、やってみて、もう時間がないからこれにしたらこれも別にもう OK と思います、ね、まあ、知ってるか知ってないかの違いです。で先ほど言ったように卵のその科学的な固まる温度っていうのはちょっとね頭に置いてて、やっぱりそのポイントが70、白身の方が早く固まって完璧に固まるので時間、温度が高い、黄身は真ん中ですね。そんな感じで、こんな感じでいけますよね。これで十分やと思います。これねいい状態ですよこれね。これも全く生じゃないのでね。いかがですかこれ。プルプルですね。はい、プルプルですよ。ほらカリカリプルプルです。でここで例えばオリーブオイルをね、こっちの方がいいかな、例えばこの時点でオリーブオイルをかけたり、例えばバターを入れたり、そして胡椒をかけたりね、これを好みでやってください。料理ってそんなもんやと思いますね。やってしまうとダメだ。こんな感じでいい状態になってますね。これもプルンプルンですけども、これも完璧です。これで出せます。出せます、ね、これで OK。 はい、白身がこう周り固まってますよね。80度、っていうか、じっくりと火を通したというような状態ですね。はい、火はとても弱火ですね。はい、そうですそうです、はい。ちょっと長い動画になりましたけども、まあ料理は楽しんで作ってもらいたいなということで、まずはベーコンエッグね、これも時間をかけてるからカリカリになってきますね。旨味ですね、このそうですそうです、カリカリの旨味。完璧ですねこれね。はい、これプルプルです。生じゃないですよこれ。こちらの方はもう仕上がってます。これはもう生ですけどね、まだね。こっちはまだ生。まだですね。何分ぐらいかかりましたこれ。今12分。12分ぐらいですか。まあそれぐらいで、まあ考えたら10分ぐらいでできるということですからね。まあこのまま分かってたら、1回だけやって分かったら、こういう状態で弱火にして置いといて10分経ったら戻ってくるということしたらいいんですよ。簡単ですよね。つかない。1回目だけちゃんとやっといて。また言ってますよねこれね。なんか言ってますね。大変ですね。ということで分かっていただきましたか。でこれ日本語でやってますけども、もし、外国の方が見たらなんか英語に変えられるという部分があるので変えてあげてくださいね。お願いします。字幕をこうね、もう僕も全然分からない、ね、はい、こんな感じ。はい、では行きましょう。こんな感じです。じゃあカットしましょうかこれね。カットしちゃう、味付けはなしですか。もう今なしでどんな状態なのかをあえてカットしましたね。はい、ずいのずいって、はい、いろいろこれお皿ちっちゃいな。お皿ちっちゃいな。あ、また上に出してあるんですけど、こちら。おーいえ、これなんかこれ黄色か。お皿に出しましょう。お皿に出しましょう。はい。こちらも。はい、これはい。こちらはまだ生ものかな。ちょっとカットしますので。はい。はい。ワンモープレイ。はい。はい、じゃあ行きましょうね。これこんな感じで。できたらお箸よりもまあこういうのがいいですけどね。こういうのでこうやってねやってあげた方がいいですね。それでこうね、こんな感じで縦に振ったりとか。ではあえてカットしましょうね。カットします。ナイフフォーク。そのままちょっと待っててね。はい。それからナナちゃんなんか喋っといて。はい。どうもこんにちは、ナナです。あ、そうですね。はい。じゃあ、1、2、3、4。ハッピーハッピーハッピーオムライス。ハッピーオムライス。ハッピーオムライス。キチキチのオムライス。ハッピーオムライス。オーイエー。こんな感じです。ハッピーオムライス。オーイエー。ハッピーオムライス。オーイエー。ね、海外の方は生は嫌なんでこれは多分ダメやと思いますけども、じゃあこっちの方行きましょうか。ちょっとここ置きますね。はい、はい、そして熱いよこれね。気をつけてください。熱い。そ
そしてどこ行ったの？これですか。いやこっちのカリカリちゃんね。カリカリちゃん。どうですかこの違い？もう違いがすごいですね。この分厚さもありますし、カリカリに上がってます。はい、じゃあ行きましょうか。こちらね。ハッピーハッピーハッピーオムライス、ハッピーオムライス、ハッピーベーコンエッグ。ハッピーベーコンエッグ。お、チキチのベーコンエッグ。ベーコン、おお、いい状態。ミディアムですね。ミディアムレアですね。こんな感じです。よい、よい、こんな感じです。もっと硬いのが欲しかったらやっぱりもうちょい時間かかるということですね。でもこれぐらいが僕は一番ベーコンエッグとしては、パーフェクトだと思っております。はい。こんな感じです。いろいろとまたどうのこうのっておっしゃりたい方も出てくるとは思いますけども、その辺のところね許してください。よろしくお願いします。ただ楽しんでっていう大前提の中でつながりができていったらいいかなって、楽しくがもう一番ですね。よろしくお願いします。じゃあこんなんでまたね、ベーコンエッグ第2弾また流すと思いますんで、その時まではい、ハッシュタグだったっけ、ハッシュタグです。はい、皆様お忘れずにチャレンジ、はい、キチキチチャレンジ、こちらの方まで出るかな、この下になんか出るこの辺に出るかな。はいできればマスターのキチキチオムライスアカウント、インスタグラムのアカウントもつけていただくとよりいいかなと思います。じゃあつけときましょうね。はい、じゃあそういうことで、はい、じゃあまたバイバイバイ。ここから先はね僕が好きなソースをねちょっと作ってみましょうね。僕が好きなソースですよ。僕が好きなソース、これまた私はい、また返します。これ先ほどのね洗ってないですよね。ここにね僕はねやっぱりバター好きなんですよ。バターがねこれね大体、10g ぐらいあります。これ1人前分ですね。10g ぐらいあるんですね。そしてここにねどこ行っちゃうんですね。ベーコンの旨味がついたままのフライパンですね。洗わずに、はい、バターを溶かします。ここにあったね。これにねもう醤油入れるんですよ。焦がし醤油、こんな感じですね。焦がし醤油ね、こんな感じです。そして胡椒入れます。ガリガリガリ。胡椒も好きなんですよ。でちょっとやっぱり彩りが欲しいのでパセリのみじん切りね、何でもいいです。好きでしたらオレガノなんかもいいかな。なんかそんな感じですね。そして僕はここに生クリームを入れますね。バター、生クリーム、醤油、はい。そして沸騰させますね。こんな色です。ちょっとね醤油によって色変わりますけども、分量はもう適当です。こんな感じですね。1回目ね、とりあえず作ってみて、これをかけてみてくださいね。これをかけてみてくださいね。